こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの雑貨の刺繍の中からバスケットのステッチをしようと思います。バスケットステッチを使ったカゴの刺繍ですね。カゴの刺繍のページの中で、後でちょっと説明します。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではアンナスの雑貨の刺繍の中からこの手仕事雑貨店かごと帽子っていうページのこのバスケットステッチを使ったかごの刺繍をしようと思います。サテンステッチだったりチェーンステッチだったり結構いろんなステッチを使ってかごを表現しているんですけど、このバスケットステッチが結構面白いので、過去にも結構YouTube で紹介してるんですけど、ちょっとせっかくなので一つ作ってみようかなと思います。ではまず図案を写します。図案は、コピーしてでチャコペーパーで写します。チャコペーパーはめくると中にインクがついているので、インクの方を下にして上に図案を乗せて、で待ち針で留めておくとずれなくていいですね。でトレーサーで写します。トレーサーがなかったらボールペンでも大丈夫です。で定規があると今回は便利です。この直線の部分が結構重要なので綺麗に写せてるといいですね。ちょっとこの細かいジグザグまでは大丈夫です。はい、綺麗に写ってます。こんな感じです。では枠をはめます。枠はネジを緩めて外して小さい方を下にして間に布を挟みます。でこんな感じでセットしたらしっかりネジを締めてピンと張った状態を作ります。で緩んできたら常に指で伸ばしていってください。で刺繍糸は今日は6本取りなのでもう6本取りそのまま使います。これは使いやすい長さの65センチぐらいにカットしてあります。で、タグがついている方から引っ張ります。これの作り方はちょっと別の動画を見ていただいて、で今日は6本取りなので6本取り用の針でもうほぐさないでそのまま使ってください。で玉留めでいいです。で最初はこのもういきなりバスケットステッチから入っていきます。でバスケットステッチはまず縦にストレートステッチ全部入れます。さっき細かく線を入れているんですけど、この線をとにかく全部縦に刺していきます。はい、こんな感じです。これでもう玉留めでいいです。ちょっとギリギリになりましたけど。まずこの縦線ができたら今度は編んでいきます。編むのは下から編むといいですね。本物のカゴを編む時も下から編んでると思いますけど、
で編む時にこの針先で編むと別に編んでも大丈夫なんですけど、糸を割ると結構いろいろ絡まったりして面倒くさいので、この針の後ろ側、この穴の方から編んでいきます。で、上下上下って感じでこう交互になるようにやっていきます。で、無理して一気にいかなくていいです。ちょっとずつちょっとずつやってもらって、で全部いけたら下にちょっと寄せ集めて、で針を刺して、でまた続きします。で続きはもう行って帰って行って帰ってでこうぐるぐるしなくていいです。こっちもぐるぐるしなくてもいいんですけど、なんかちょっとぐるぐるやっちゃいました。でちょっと少し上、針1個分上ぐらいでいいです。あんまりぎゅうぎゅうに詰めなくて大丈夫です。詰めすぎると編み目が真四角になって、なんて言うんでしょうね。そんなだから編み目の隙間によってそのスカスカだったりぎゅうぎゅうだったりして、どういうカゴなのかっていうのがそれぞれ変わってくるんですけど、今回はそんなに詰めないで、これぐらい針1個分ぐらい開けて刺すって感じです。でさっき上下上下って言ったので、今度逆ですね。下上下上で編んでいきます。で編めたらまた布に刺して、これをずっと繰り返していきます。はい、ギリギリまでいきました。この上がジグザグになっているので、長いのがまだちょっと残っているんですね。でももうこれはこれで OK です。この後この上の部分をストレートステッチで細かく山形、V の形、逆の V の形みたいな感じでこうやってストレートステッチを入れていきます。この長いのと短いののこの頂点をつないでいきます。はい、これで、ちょっと糸が余ってるんでどうでしょう、足りるかな、わかんないですけど、これでアウトラインステッチをやっていきます。アウトラインステッチは1目作ります。でちょっと先に出して、最初に作ったステッチのちょっとずれてますね。最初に作ったステッチの半分ぐらいのところに刺すんですけど、この糸を横にギュッと押して糸の下に刺します。でまたちょっと先に出して糸を割らないでギュッと押して糸の下に刺す。これを繰り返していきます。で上の方はカーブがきついのでステッチを細かくしていくと綺麗にできます。ちょっとギリギリ足りるか足りないか。ちょっと足りなかったので手で結びます。
もうちょっと長く糸が残っていれば玉留めしたりとかするんですけど、ちょっと無理だったんで手で結びました。はい、これでもうほぼ出来上がりです。で、ここの下の部分はちょっと分かりにくいんですけど、だいたい他のバスケットはだいたいアウトラインステッチでやってるんですね、この上下を。でも今回のこのバスケットはなんか私が見たそのバスケットなんですけど木の板の上に上かごを編んでいってたんです。だからそこが木の板だったので、サテンステッチで木の板を表現しようと思います。なので、2本取りで、玉留めでもいいです。ちょっと裏に絡めますけど、これで、縦にずっとひたすら刺していきます。もう結構めんどくさいというか大変な作業なので、もしもこれ大変だなって思う方はアウトラインステッチでここを閉じてもらえれば、このままだとちょっとギザギザするのでアウトラインステッチ入れてもらえれば大丈夫だと思います。これは私のこだわりです。私が見たその木の板の上にバスケットが編んであるっていうカゴがすごく可愛かったので、それを再現したかっただけなんですけど、別に皆さんは大丈夫です。サテンでしなくても。はい、サテンもちろんおすすめですけど、どちらでも大丈夫です。はい、ではできたので裏に絡めて終わらせます。はい、これで出来上がりです。あとはお水で図案を消します。こうやってちょんちょんちょんと濡らすと図案が消えます。クローバーのチャコピーっていうのを使っているので、もしこんなシュッと消したい場合はクローバーのチャコピー使ってください。いろいろあるんでいろいろ試してみるといいと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。